んこんにちは、山上アリシアです。ただいまドライブ中です。今回はですね、ちょっと Vlog 撮っていこうと思うんですけど、前回のドライブVlog と同じで今もパシフィックドライブインに向かってます。もう夏になったらね、行きたくなっちゃうんだよね。もう暑すぎてさめちゃくちゃタンクトップだし、今だって36度って書いてるもん。めっちゃ暑くない？ほんと最近の日本暑くなりすぎててすごい驚きなんだけど、私小学生の時とか30度になったらもうやばいみたいな、もう27度とかでもう暑いねみたいな、もう着るものわかんないみたいなのをすごい覚えてるけど、今はもう36度だし、明日はねなんか37度になるみたいで、ほんと何着ればいいのっていう感じだよね。私さ、もうコーデ紹介したいと思って今日これ選んだのに、アクセサリーも全部忘れたし、靴もね、サンダルとかはね、季節外れなものとかは全部まとめてね箱に入れてるんだけど、その箱が全く見つけられなくて、もうせっかくおしゃれなさお洋服なのにフルポテンシャルを出せてないっていう、皆さんにそれを提供できないっていう、マジで YouTuber 失格なんですけどYouTuber 失格っていうほどまずそもそもそこまで YouTuber できてないんですがでももうちょっとね、そこは皆さん、私のフォロワーさんたちはみんなすごく優しいので甘めに見ていただけると嬉しいのですが、でもやっぱさ、暑いから何か冷たいもの飲みたいなって思って、今年の夏何しようかな。私の夏のやりたいことリストとしては、スイカを食べたいのと、かき氷を食べたいのと、冷やしきゅうりを食べたい。待って、全部食べ物、ちょっと他食べ物以外、浴衣を着たいし、お祭りにも行きたいし、海にも行きたいし、なんだろう、みんなの夏のやりたいことリストぜひ教えてください。私結構夏が苦手なんだけど、夏だけに限らずね、日常生活をちょっとファンタサイズっていうか、日常を美化させるって言ってなんかちょっと変な通訳になっちゃうんだけど、なんか物語に出てくるような、自分でもう日常をロマンチックにするワクワクさせるっていうのをちょっとね、そういう風に日々をね楽しみたいなって思って、今日も本当は何も予定がなかったんだけど、こうやってちょっとドライブしてね、みんなと一緒にパシフィックドライブイン行ったりとかしたいなと思って今回は動画撮ってるんだけど、インスタとかね YouTube とか見てていいなって言ってるだけじゃなくて、実際に自分でもねなんかいろいろ行動していろんな思い出作れたらいいなと思ってそんな夏を過ごしているんですけれども、でもさ、私皆さんもお気づきかと思われますが、あまりお友達が多くないもので友達はいるんだけど、私がやっぱね住んでる近くにはそんななんかパッと呼び出せれるようなお友達がいなくて、みんな都内で住んでたりとか、なんならね、私の親友とかも今アメリカに住んでるので、もうどうしようって感じなんだけど、なんか大人になってからの友達ってマジで難しくない？なんか知り合いはさ、大人になってからは作れるけどさ、わかんない。私が問題なんだけど知り合いから友達になるまでがすごい難しくて、その中途半端な時がなんか無理なんだよね。なんかすごく近いか、やっぱ距離感を置いてしまうかってなってしまって、その間をどうすればいいか分かんなくて、人見知りだからあんまり人と話せないっていうのもあって、結構ね一人でいろいろすることが多いんですけど、私のインスタの写真とかも大体はあれだよ、もう自分で三脚立てて、インスタとかもね仕事っちゃ仕事なので頑張ってね撮ろうとしてるんですけど、だってやっぱ私化
気分屋さんすぎるんだよね。自分がやっぱそういう風に気分だけで動いちゃう人だから、友達になりたいなって思っても申し訳ないって思っちゃうから、それ以上踏み込めないし、あと仕事的にもやっぱね、いつ撮影が起きるかもわからないから予定も立てれないしってなると、やっぱね難しいですね、お友達作り。やっぱ年齢もね上になってくると、それこそねみんなも忙しいからさ、スケジュール合わせるのもめっちゃ大変じゃん。家の近くでパッと呼べる時にタイミングが合う友達とかいたらマジで最高だけど、まあ難しいよね。もうマジで本当可能であれば、妹と私の間になんかどこでもドアがつながってていつでもどこでも妹を呼び出せれるような状態だったらね、最高なんだけど。暑いね。なんか私の動画を見てくれてるみんなとお会いできる機会があればめっちゃ面白いなって思って、私でもさ、そんなキラキラほどね有名じゃまだないから、誰も来てくれなかったら寂しいし、しかも人見知りだから話せなかったらどうしようっていう不安もあるしでも私たまにね、インスタとか YouTube とかでもね、なんか DM とかコメントとかもらうときにランダムでね結構見るんだけど、みんなのインスタのアカウントとか見たりとか、なんかそのコメントとか DM とかの言葉と顔を一致できるのがすごく嬉しくて、たまにねストーリーとか見に行ってる、みんなのみんな何してるかなって。これ私普通に行くのはいいんだけどさ、帰り絶対渋滞の時間だ。ちょっと考えてなかったほんと計画性なしだからさ。カラオケタイムですね、帰りのドライブはみんな今年の夏何聴いてる？私ゆずとか聴いたらやっぱ夏だなって思うな。今度なんか YouTube ミュージックとかでのプレイリストつけようかな興味あるかなみんな。もうそろそろ着きます。風が強くて髪の毛ボサボサじゃーん、ゲットしました。もちこチキンにしました。今年初めてもちこで作られてるフライドチキンとポテトサラダと、多分これ枝豆とブロッコリーのサラダとご飯がついてます。ご飯もなんか麦が入ってて美味しそう。楽しみ。あとね、飲み物もスムージーとかにしようかなって思ってたんだけど、レモネードにしました。めっちゃ夏じゃない？これはパイナップルレモネードにしました。ハイビスカスレモネードもあって、お姉さんにね、どっちが好きですかって聞いたらこっちって言ってたんで、パイナップルにしました。美味しい。めっちゃ美味しい爽やかで最高すぎる。もう夏って感じのドリンク外で食べるのもありかなって思ったけど、もう風がやばすぎて音もすごいし、ちょっと諦めて車で食べることにしました。ちょっと唐揚げ行きたいところなんですけど、一応ベジファーストいただきますわ。美味しい。中にねしらすも入ってて、めっちゃガーリック効いてて美味しい。やばい、美味しそういただきます。今まで史上一番美味しいかも、唐揚げ。この唐揚げ、何この味。なんか結構甘めな唐揚げです。甘いんだけどちょっとスモーキーな感じの、すごいしっとりしててめっちゃ美味しい。今日はね、でもまだ
全然人いなかった方だと思う。夏休みだけどね、平日っていうのもあってか、結構人はね、落ち着いてました。あんまりいなかった。マカロニ入ってる。江ノ電も走ってますね。いや、これにしてめっちゃ正解だった。私パシフィックドライブインでさ、毎回ロコモコしか食べたことがなかったから、めっちゃ美味しい。最近ね、月曜日に動画アップしようと思ってて、ちょっと遅れちゃって火曜日になる時もあるんだけど、でもなんか月曜日よりやっぱみんな金曜日とか土曜日の方がいいのかなって思って、みんなどっちの方がいい？今回の Vlog も多分金曜日か土曜日、多分土曜日にアップすると思うんだけど、金土日どれがいいかぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。みんながね見やすい時にアップできた方が私もなんか一緒に見れる気がして嬉しいので教えてください。今日のさセットアップめっちゃ可愛くない？外で白飛びしてたかわかんないけど、この生地感がね、この生地がめっちゃ可愛くてお気に入りなので、背中もめっちゃ可愛いし、もうこれがね夏に着るのが楽しみすぎて、ワクワクしてたからやっと着れて嬉しいだいぶ満足したところで、渋滞も結構すごいよなのでね、ちょっと早速帰りたいと思います。ぜひね、夏のやりたいことリストと、あと投稿日金土日どれがいいか、ぜひコメント欄で教えてください。じゃあねー。こんにちは。デイ2はコーヒー買いに来ました。27コーヒーロースターズは何店舗かあるんですけど、今回は辻堂本店に来ました。お店にね入るとね、ずらーっとお豆の種類がこんな感じで置いてあって、ここではね信用できるので好きなお豆を味わって探せるんです。今回はねクラシックモカとせっかくなので湘南ブレンドにしました。それでね、ここはコーヒーグッズなどもたくさん置いてあって、ギフトセットとかコーヒーバッグもね種類が豊富なの。私が今回買ったその湘南ブレンドもドリップバッグでねあって、めちゃくちゃ可愛いの、パッケージも。でお豆を買うとねサービスドリンクが100円でゲットできたので、アイスアメリカーノにしました。今回いただいたのはコンテナブレンドでした。今日もねすごく暑かったのでジェラートも追加でオーダーしました。私はミルクコーヒーキャラメルをゲットしました。これねキャラメルだけどエスプレッソがね使用されてるので、甘すぎずとっても美味しくて一瞬でなくなりました。次はですね、ちょっと湘南、ギリギリ湘南なんですけど、シャークアタックヤマトって言って、ヤマトにある家具屋さんに行きたいと思います。正直ね、何も買わないかもしれないんですけど、私家具屋さんとか行くのめちゃくちゃ好きでね、ちょっとそれも見に行けたらいいなと思って今向かってます。そう、27コーヒーロースターズは湘南蔦屋書店にもめちゃくちゃ近いので、両方とも楽しめるっていう結構最高のスポットなんですけど、あと辻堂のテラスモールって言って結構大きいモールもねあってめっちゃ楽しいんですよ。これから行くそのシャークアタックっていう家具屋さんは東京にもあったりとかして、海外からのヴィンテージものだったりとか、なんかいろんなね種類の家具がインポートされてたりとかもするので、めちゃくちゃ面白くて何回か行ったことがあって、今日もちょっと行ってみたいと思います。でも私どうしよう、今日なんか
人見知りが発動しちゃっててさ、カメラに向かって人前で話せなくなっちゃって、なんか普通にボイスオーバーになってたと思うんですけど、恥ずかしくなっちゃった。何の歌か分かった人いるかな最近またね、ちょっとアイドルに火がついてしまって、私もともとめちゃくちゃダンスやってたから、踊ることも好きだし、可愛いも好きってなったらもうアイドルじゃんっていうね。もう自分がなりたいぐらい。でもそれでね、インスタでこの間みんなに、私がアイドルだったらメンバーカラー何になってるかなって聞いたの。そしたら1位がホワイトで、2位がイエローで、3位が青とパープルだったんだけど、なんか意外とみんなそこを考えてくれてたんだっていうチョイスだったかも。結構ね、全部めちゃくちゃ近くてびっくりしちゃった。ていうか私、この YouTube だと圧倒的に女性の方が多いんだけど、意見また変わるかな？ちょっとみんななんだと思う？私のメンバーカラー。なんか見える？何色か。そういう可愛いものとかフリフリとかティアラとかすごい小さい時から大好きだったから、自分のこともずっとプリンセスって呼んでたしなんか家族の中でもプリンセスって呼ばれてたりとか、誕生日とかにお母さんからティアラもらったりとか、もうキラキラしてるものとかフリフリとか大好きまあ年齢もあるし、単純に歌えないし、なのでちょっとアイドルドリームはお見送りなのかな来世アイドルになれるようにちょっと徳を積みます、この人生ででもなんかアイドルソングのダンスカバーとか TikTok とかであげようかな。もう私の選曲がさ、ほんといろんなもの選んじゃうからさ、最近は結構さフルーツジッパーめっちゃ聴いてるんだけど、その同じ日とかにさグリーンデーとか聴いてたりとかもするし、私山口百恵さんが大好きだから歌謡曲も流してたりとかして、現場とかでねいつも音楽みんな流してくれるんだけど、もう自分のプレイリストがいろんなところすぎて、好きな音楽何って聞かれた時の答えがめっちゃ困るありすぎて、ちょっとカメラが熱すぎて切れそうなので、またシャークアタックに着いたら撮ります。後ほどシャークアタックの大和店は大きな倉庫にソファー、テーブル、椅子、雑貨まで盛りだくさん取り揃えていて、有名建築家やデザイナーアイテムを置いてあるインテリアセレクトショップです。毎月ね、ヨーロッパから仕入れているみたいで、国内トップクラスの入荷量らしい。小さい小物から大型家具までね、びっしり2階まで入ってるので、インテリア系が好きな方は時間に余裕を持っていくのがおすすめです。もうほんと可愛いものがいっぱい。はい、車に戻ってきました。すごい日差しが可愛いものもねいっぱいあったんだけど、やっぱねもうちょっと家具は考えたいなと思って一旦何も買わずに出てきました。椅子とかもねめっちゃ可愛いのあったし、食器もねめっちゃ可愛いのいっぱいあったから迷ったんだけど、もうちょっと考えてねまた来たいと思います。ここ結構ね本当なんか毎回来るたんびにちょっとレイアウトが変わってたりとか、やっぱ入ってるものもね変わるので、すごいね毎回楽しいんですけど、もうね結構夕日も強くなってきてるので、今回の動画はここまでにしたいと思います。はい、なので今日も最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。安全運転で帰ります